皆さん、こんにちは。ハンドメイド作家のニータマです。今回の動画は、雪の結晶ときらめく雫のピアス、またはイヤリングを制作いたします。アフレコで韓国史についてお話をしております。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前回の動画では韓国歴史ドラマのトンイについてお話をいたしました。朝鮮王朝ではなぜ政治的な争いが絶えないのかや、スクチョンの心の中を考察したり、王様のかわいいうさぎ耳帽子などについてお話をいたしました。続きをお話ししていきます。韓国語では王様をワン、王様の妃をワンビと言いますが、この動画では王と王妃に限り日本語の読み方を使用させていただきます。朝鮮王朝時代、それぞれ尊称で呼ばれていましたので、日本語にする方が混乱が少なくなると考えました。普段は日本語を使い、必要に応じて韓国語の表現も使おうと思います。韓国の歴史ドラマでは、王様はよくチョナーと呼ばれています。このようにドラマ内でよく耳にする人物の尊称や継承についてお話ししたいと思います。韓国歴史ドラマでは王様の呼び方は時代によって異なります。朝鮮王朝時代の尊称についてお話ししましょう。中国大陸の皇帝はペーハーと呼ばれましたが、皇帝を名乗れるのは中国大陸の皇帝のみとされていました。そのため、朝鮮王朝では一段下に位置づけて王を名乗り、チョナーと呼ばれました。中国大陸の次の皇位継承者をテジャと言います。尊称は朝鮮王と同じチョナーと呼ばれました。朝鮮王の次の王位継承者をセジャと言います。尊称はテジャよりも一段下に位置づけてチョハーと呼ばれることが一般的でした。チュサンは王様より上位のものが王様を呼ぶときに使われました。ヘビなどが王様に対して呼ぶ場合の継承です。一方、現代の日本では、陛下は天皇、皇后、上皇、上皇后に用いられ、それ以外の皇族には殿下が使われます。また、海外の国王や女王を訳す際には、敬意を込めて
陛下や殿下をつけて呼ぶ場合があります。続いて、王族の女性の尊称についてお話ししましょう。ママは王族に対して使われていた呼び方、敬称です。特に女性の王族に対して使われることが多い敬称でした。自分より年上の女性に対しても使われます。朝鮮王朝時代に宮女が三軍を敬って呼んだりする言葉でもありました。チュンジョンママは王妃の尊称です。朝鮮王朝時代は王妃のことをチュンジョンと呼んでいました。チュングンジョンの省略形です。チュングンジョンは王妃が生活する建物を指しています。王宮内のほぼ中央に建物があったことに由来しています。テビママは先代の王妃、現王様の母親の尊称です。テワンテビママは先々代の王の妃、現王様の祖母の尊称です。側室は側室の称号プラスママで呼ばれました。ヒビンママやスクピンママなどです。コンジュママは王妃が産んだ娘の尊称です。オンジュママは側室が産んだ娘の尊称です。ママという言葉は王族の女性に対して使われることが多いですが、実は男性に対しても使われることがあります。それがアバママです。これは王子や王女か父親を呼ぶときに使用するもので、日本語で言うと父上に相当します。一方で母親を呼ぶときにはおまままと呼び、日本語で言うと母上に相当します。ママという言葉は日本語では通常お母さんを意味しますが、王族の男性に使われると少し不思議に感じてしまいます。王族ではありませんが、目下の女官が三軍を呼ぶときには尊敬の意味を込めてママニムと呼ばれていました。ここでニムは何々様の意味を持ちます。しかし、この呼び方を王族に対して使用すると、不敬罪として処罰されることがありました。ママニンはあくまでも三軍に対してのみ使われる呼び方だったようです。官僚の尊称についてお話ししましょう。章1本から章2本の最上級官僚はテガンと呼ばれました。中2本から
小3本の上級官僚は4官と呼ばれました。13本以下の中下級官僚はナウリーと呼ばれました。日本語だと旦那様のようなニュアンスです。ドラマの冒頭でトーンが美味しそうに食べていた薬価についてお話しします。とても気になって私も実際に食べてみました。写真を画面に載せておきます。韓国の食品や雑貨を販売しているお店で見つけましたので、いろいろなメーカーのものを購入して食べてみました。甘さ控えめでしっとりとしたドーナツのようでした。小麦粉を蜂蜜や砂糖水でこね、型を取って油で揚げたもので、柔らかく甘い味が特徴です。さらにごま油やシナモンの風味があり、昔ながらの素朴な味わいのする伝統的なお菓子です。チャングムの時代の王宮はキョンボックンです。キョンボックンは朝鮮王朝初期から約200年間使われた王宮でしたが、豊臣秀吉の朝鮮出兵の時に火事で全部焼けてしまいました。その後、約270年間放置されました。そして1867年に再建され、現代において観覧することができます。2030年完成を目標に復旧事業が進められているそうです。ちなみに豊臣秀吉の朝鮮出兵の日本での呼び方は文禄の駅、慶長の駅です。韓国での呼び方は1592年の文禄の駅をイムジンウェラン、1597年の慶長の駅をチョンユウェランと呼びます。キョンボックンが失われていた期間、政務は離宮で行われました。有事の際に王様が避難する離宮は、ハンソン部内に4カ所ありました。チャンドッ郡、チャンギョン郡、ドクス郡、キョンヒ郡です。西宮であるキョンボッ郡と合わせてソウルには5つ王宮があります。この5つの王宮をぐるりと囲む全長 17km の城郭がありました。中国大陸や日本のように5番の目状の四角形ではありません。東西に約 5km、南北に約 7km くらいの楕円形に近い
ボコボコした形をしています。西宮であるキョンボックンが再建されることがなかったため、約270年間、利休が王宮として使われました。キョンボックンがなかった時代には、チャンドックンが主に使われました。西宮であるキョンボックンと利休である徳須郡、キョンヒン郡の3つは平地に建てられた王宮でしたが、チャンドックンとチャンギョン郡の2つは山の斜面に建てられており、自然の地形に沿って建物が配置されています。敷地内の北側は庭園が広がっています。チャンドックンは何度も火災に遭い、その度に再建されました。チャンドックンの東側に隣接しているのがチャンギョン郡です。最初、退位した戦王の余生を過ごすための離宮として建てられましたが、後に王妃や高級の女性たちの生活空間として再建され、さらに後に王様の生活空間となりました。